皆さんこんにちは、アンです。今回はですね、タイトルにもある通り、皆さんに質問を募集して、その質問返しをしていきたいと思います。イエーイ。 YouTube 始めてもう2年半以上経つんですけれども、ここで質問を返すのが初めてなので、とても緊張しておりますが、皆さんよろしくお願いいたします。昨日ですね、質問ありますかというふうにインスタグラムに載せたんですけど、本当に多くの方から質問が来てます。皆さんありがとうございます。ちょっと答えていこうかな。はい、では早速参ります。記念すべき初めの質問はこちらです。何のお仕事をしているんですか？旅する生活憧れます。何のお仕事をしているんですか？私はですね、2年前から、YouTube を始めまして、基本的に今メインのお仕事が YouTube の中でも旅を発信する YouTube をしていて、みんながハワイ行きたいなとかタイ行きたいな、でもどこの観光スポットに行けばいいのかなとか、物価どのくらいなんだろうっていうのを発信したり、あとは私自身本当に旅が好きなので、自分の旅で見た景色とか雰囲気を皆さんに旅に行ったような気持ちになれるように発信をしております。どんな人生を得て今がありますか？なんか深いですね。どんな人生を得て。そうですね、私は専門学校卒なので、20歳の頃から新卒として航空会社で働いて、その後にどんどんIT 系の方の仕事をしております。で、ある日突然、ずっと夢だった海外に住みたいっていう夢を叶えるために、ちょっともうお金も貯まったし海外行ってやろうということでタイに行くんですね。それが2年前で、どうせ海外に住むように旅するんだったらその様子動画に撮ろうかなと思って始めたのが YouTube っていう感じですね。いやでももうYouTube 始めて3年経つんですね。いやもう早い、もうすぐで3年だ。早いですね、時が流れるの。続いての質問が、旦那様とはどのように出会われたのですか？この質問結構ありましたね。友人のホームパーティーで夫と出会いました。その時は一言も話さなかったんですよ。でも後日 LINE が来て、ご飯行きましょうみたいな感じで行ったのが、きっかけですね。続いては、結婚何年目ですか？これね、昨日ちょうど数えたんですけど、結婚は2年3ヶ月目ぐらいです。2年ぐらいでは新婚に入るんですかね。新婚ではあるかな。新婚結婚指輪どちらのものですか？これから買うのですが参考にさせていただきたいです。はい、今日もつけてるんですけど、これが結婚指輪です。これはこんな感じなんですけど、これは照明っていうブランドです。フランスなんだよね、照明。私の場合はフルエタニティと言いまして、ダイヤが一周ぐるーっとあるフルエタニティなんですけれども、すごいいつ見てもキラキラしてるので、なんかいつもこうやって見ちゃいます。可愛いな。これを選んでくれたのは夫なんですけど、そうすごく気に入っております。で、私自身婚約指輪はいらないっていうの人だったから、だからもう事前に婚約指輪はいらないよみたいなのを言ってて、プロポーズされたのがマレーシアの離島のランカウイ島のリッツ・カールトンの浜辺に設置されるレストランみたいなところでプロポーズしていただいたんですけれども、わざわざちょっと街に繰り出してくるって急に言い出して、で自分でタクシー手配して街に行って、ダイヤのペンダントを私のために買ってくれて、それをプロポーズの時に婚約指輪代わりにこうやって私にギフトしてくださいました。なので結構ね、マレーシアは私は思い入れが強くて、また、近々マレーシアのランカウイ島には行きたいと思っております。本当にもうマレーシアのランカウイのね、リッツ・カールトン本当に良すぎて、皆さんには私はご了承したいです。これ言ったの初めてだね。どこでプロポーズしたの？
確かに言っちゃった言っちゃったいいんじゃない？はい、続いての質問です。夫婦円満の秘訣が知りたいです。そして喧嘩した時の仲直り方法も可能であれば。喧嘩はします。全然超些細なことで喧嘩はするし、やっぱお互いのその日のコンディションとかあるじゃないですか。特に女性とかさ、朝起きて今日もほんとイラつくっていう日はさ、ずっとイラつくじゃん。そういう時とかになんかっていうことがあるとイラついて、でそれがあっちにも伝わってなんで怒ってんのとかっていう些細な喧嘩というか、今日機嫌悪いよねみたいなのはちょくちょくありますけど、最近は全然大きいのしてないですね。秘訣は、私結構喧嘩したら黙っちゃってその場から離れて一人になりたいタイプなんですよ。だけどそれは本当は良くなくて、彼は喧嘩した時とかちゃんと話し合おうって言ってくれる人なので、話し合うことが一番仲直りする上で大切なことなので話し合うことが大事。続いての質問。新婚旅行どこ行きましたか？2回行っておりまして、プレ新婚旅行でなんとインド、タイ、ベトナム、バリに行きました。で2回目の新婚旅行ですね。これが本当のリアル新婚旅行、本命の新婚旅行なんですけど、これでヨーロッパを周遊しました。約2ヶ月かけてヨーロッパを周遊して、そこでサンセバスチャン、スペイン行ったり、サントリーニ島行ったり、あとフランスとかね、イギリスも行きましたし、あとイタリアも行きましたね。いろいろ行きました。ですがちょっとまだね、サントリーニ島の動画とか出せてないんですけど2年前だけど見たい人いたらぜひ面白いと思うので作ろうかなって思いますはい、続いて旅行の資金はどこから出てくるのでしょうか？これは YouTube の収益と、私は今オーストラリアので2つ掛け持ちでアルバイトをしているので、そこで得たお金でやりくりしていっております。なのであまり贅沢はできないですが、行きたいとこには行けるようにお金を稼いでおります。はい、続いての質問。今年はハワイに行く予定はありますか？何度もあんちゃんのハワイ編見てるよ。ありがとうございます。今年ハワイ行く予定ありまして、実はもう来週からハワイに行ってまいります。しかも約1週間のハワイ旅で、もう今のところ毎年行けてて、本当に好きなんだなって思います。本当ハワイはいいとこなんです。で今回は往復ハワイアン航空でメルボルンからシドニーからホノルルの往復をするので、とっても楽しみです。私ハワイアン航空恋しちゃったので、皆さんにまたそのねハワイの動画とかもお届けできるように編集も撮影も頑張りますので、ハワイ編もぜひお楽しみに。続いての質問。次行ってみたい国はありますか？ありますね。次行ってみたい国は北欧もまだ行ったことないので行きたいし、アフリカ、スリランカ、あともう未知すぎるパプアニューギニアとか行きたいですね。オーストラリアの上の方にねパプアニューギニアがあるんですけど、物価高いし、そこに行くまでの航空券も高くて、なかなかサクッと行けるような感じではないので、ちょっとお金貯まったら行こうかなって思っております。パプアニューギニアね、なんかもう民族のイメージしかない、あそこは。そう全部安いでしょ。私も全部安いだろうなと思って調べたら、めっちゃ物価が高い。でも未知なとこっていいよね。なんかそそられるよね、想像ができないって。はい、続いての質問。東南アジアで一人旅するならアンさんのおすすめはどこですか？いやー、おすすめはそうですね、タイのチェンマイかな、私のおすすめは。物価はタイのバンコクに比べて安いし、あとなんかちょっとカルチャーが好きかも。ちょっと下北っぽい感じ、ジャズバーがあったり、マーケットが開かれてて、この陶芸が売ってたりみたいな。一人旅でも全然楽しいし満喫できると思います。
一人旅と友達と夫婦でそれぞれおすすめの旅行先聞いてみたいです。まあそうですね、私一人旅だったらもう東南アジアのタイとかベトナムとかカンボジアがおすすめで、友達だったらバリとハワイ、グアムもおすすめですね。いやー、私すごい仲いいね友達がいるんですけど、その子たちとどうしてもバリ島行きたくて、そう絶対楽しいから、あの子たちと行ったら。夫婦だと、ヨーロッパですかね。ヨーロッパいいんじゃないかな。なんかこう美しいものを見て美味しいご飯食べておとぎ話の世界に入るみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。なんかさ、夫婦だとさ、ほんと全然違う育ち方してきたからさ、多少の価値観のズレがあるわけじゃん。例えば私が汚いの OK だけど相方の方は汚いのダメみたいな。私はドミトリー OK だけど相方は高級ホテルじゃないとダメとか、私はこのローカルご飯食べれるけど相方は高級レストランのご飯しか食べれないとか、これも例えばの話なんですけど、そういうのとかあるから、ヨーロッパは割とそういう選択がなかったですね。なんかローカルご飯でもちゃんとしてるレストランとか、割と綺麗な許容範囲のレストランが多かったので、喧嘩になりたくないじゃん。続いて、旦那様の声がイケメン声なのでイケメンですよね。どうですか、言われてますよ。ハードルが上がっちゃう。でもさ、この前イケメンって言われてなかった？この前アンタビの視聴者ファミリーにばったりマーケットで会って、アンタビさんですかみたいな、あ、そうですみたいなって、その時に夫もいたので、夫の顔見て、イケメンって言ってたよ。ハワイに向けてダイエット中なんそうだね、ハワイに向けてダイエット中です。昨日からね、大好きなビールを控えておりますので、ジムもね毎日続けてよりイケメンになるのではないでしょうか。乞うご期待です。続いて、ちょっと待って、また来てるよ。いつも優しい声の旦那様ハート。今後出演予定はありますか？出演予定はないですね。ないですね。声の天の声の方なので、声のみの出演となります。続いて、結構ワーホリに関する質問などもありますので答えていきます。オーストラリアの後の予定はどんな感じですか？これまだ明確に決まってないです。やっぱね、オーストラリアのワーホリに来ると、自分ってこんなこともできるんだとかさ、できることが増えたり、逆に自分ってこれまだまだだったんだっていう発見が増えたりするので、もうやりたいことが広がるのよ、ここにいると。本当にみんながさ、よくさ、ワーホリに来て自分と向き合う時間が増えましたって言うじゃん。多分それを言ってると私は思う。だからやりたいこと、形にしたいことが多すぎるから、今後の予定はまだ決められてないですね。はい、続いて、ワーホリ生活でのデメリットを教えてください。どこ行くにも高い。ほんとそうですね。オーストラリアって本当に広いんですよ、とにかく。だから飛行距離が長いんだよね。オーストラリアを脱出するために燃料がめっちゃかかるの。オーストラリアの国土が広すぎて。だからどこ行くにも航空券は高くて、旅の拠点にするには一番いけない国なんじゃない？そう。旅だけをしに来たわけじゃないから。そう。オーストラリアの生活を楽しむとかね。そう。自然とかね。デメリットを他に挙げるなら、やっぱハエとなんか空気、砂が飛んできてんのかな。なんかゴミがさ、ふわーってこう飛んでくるみたいなのがあるかも。そうだね。そんな汚い印象ないんだけど、風が吹くとふわって。確かに。あとは、外食が高い。気軽に外食行けないし、気軽に医療機関も利用できないかな。でもデメリットはもう見方によってはさ、全部メリットでもあるからさ、医者になかなかかかれないってなってさ、毎日健康に運動しようとかさ、外で食べれないってなったらさ、
結構あなたも調味料たくさん揃え確かにてだいぶ揃ったね。グローバルな料理を自分でできるようになったとか。そう最近ですねスパイスカレー始めましたからね私。美味しいんだよねスパイスカレーね。私たちが今言ったデメリットは、私からしたら他の国に旅がしにくい、これはもうデメリットなんだけど、他のその医療機関を利用しにくいとか物価高くて外食行きにくいとかは見方を変えればメリットにもなる。確かにね。生活してみるとなんか休日の過ごし方がすごいナチュラルなエンタメがさすごい多いじゃん日本、カラオケだったりとかさ、別にカラオケは行かないんだけど、でもなんかそういう人工的なもので休日を過ごすんじゃなくて、なんか走ったりとか、ビーチ行ったりとか全豪オープン行ったりとか、なんかねすごいヘルシーだよね。確かにヘルシーになったかも。痩せたしオーストラリアダイエットうん確かにヘルシーになった。コンビニとかもさあるっちゃあるけど、別に普段使いするようなものが売ってるような感じじゃないから、別になんか行かなくなったし、栄養素とか考えるこっちさサプリメントめっちゃ売ってるもんね。なんかそうこっちサプリメントすごい売ってるし、だけどチョコレートとかグミとか割と値段するから、なんかそれ買うんだったらサプリメント買おうとか。日本にいる頃毎日グミ食べてたんですよ、1袋ぐらい。だけどそれがねピタリとなくなったしね。そうだね。なんか私バイトしててさ、ウェイトレスのバイトしてるんですけど、ウェイトレスのバイトしてて上司に言われたのが、この国は世界で一番好みが激しい国って言ってて、そうグルテンフリーとかビーガンとかベジタリアンとかいろいろいるんですけど、そういう人たちが集まる国だからこそすごい栄養がちゃんと取れたご飯とか、アレルギーに対してもすっごい厳しいし、スムージーとかアサイーボールとかもいろんなとこで売ってるし、確かにね。そうデメリットはそんなないですね。デメリットって難しいね。物価が高い。でもね賃金も高いじゃん。確かにね。ないですデメリット。あるけど考えるのが大変なぐらいない。続いての質問です。ワーホリは英語が全く喋れない状態で挑戦するのは危険でしょうか？これ言っていい？私超危険ですもうなんかピーポーピーポーって感じ。これ出したい。ピーポーピーポー。本当に危険だと思う。これは私が今実感してる。危険だよ。危険すぎ。危険じゃないっていうかも危険なの。危険でしょ。どう？そう騙されるし、ゴミ扱いされるし、いいことなんて一つもないと思う。英語できないと。優しくしてくれる人はいると思うけど、英語できないと本当にゴミ扱いされる。マジで。言い方悪いかもしれないけどね。そうで騙されるっていうのは、こっち Facebook というグループがあるんですよ。オーストラリアに来てるワーホリの子たちのためのグループがあって、そこでもいろいろ詐欺に引っかかりましたとか、レント詐欺っていう家を借りるときに最初にボンド払うんですけど、それの詐欺に引っかかりましたとか、ファーム行きたいみたいな、じゃあ僕についておいでって言ったけど仕事がなかったみたいな、ファーム詐欺に引っかかりましたとか、いろんな詐欺があるから、そういうのも英語ができないと自分で調べることもできないし、という意味で詐欺に引っかかりやすいし、英語は、ある程度は喋れた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。ちなみに質問で英語力はどのくらいのレベルでしょうかっていう質問もかなりあったのでお答えさせていただくと、低いです。私の英語力は。こっち来て本当に思った。周りは結構語学学校に 3,4 ヶ月通ったとかっていう方がいらっしゃるんですが、私は海外留学の経験が1ヶ月しかなくて、そのまんまこっち来ちゃったので、その自分が知ってる単語の少なさとか文法が全然間違ってたりとか、ネイティブを目の前にしてうまく話せなかったりっていうのが結構今出てきちゃってて、ウェイトレスの仕事とかしてても、なんか英語が流暢じゃないからバカにされたり、いつもね辛い思いして仕事場から帰ってくるなんて全然ザラにあります。なんなら毎日
ついですね。やっぱ海外の大学卒業した子とか海外の高校卒業した子とかの話を聞くとすごい羨ましいなって思うけど、でもその子たちもその時しんどくて努力してきたわけですし、そう私も羨ましいなと思うけど、でも私だってできるぞっていうマインドでやっていきたいと思っております。そうこの前ショート動画にも出したフィリピンの1ヶ月スパルタ留学行った後のトイック受けたんですよ。トイックのスコアが645点だったんですけど、もうそれだけでトイックなんてさこっちでさ通用しないじゃん。こっちは IELTS とかソフルだと思うので、そうトイックは全く通用しないんですけど、でもそんな感じだと思っていただけたらと思います。こっちさいろんなさバックグラウンドの人たちが集まるから、いろんなスタイルの英語があるから、それを聞き取るのが本当難しい。それはもう慣れるしかないです。はい、続いて日本の家はどうしてるんですか。これもね結構質問に来てましたが、日本のお家はめっちゃお気に入りのねお家だったんですよ。よく私の過去の YouTube とか見ると床がこう白いタイルになってて、ソファーがあって植物があってみたいな、本当に私のすごい好きなテイストな感じでもうラブって感じだったんですけど、そこの家賃をずっと払うのもったいないので、全部売れる家具は全部売って、私の友達とかにも協力してもらって植物を一旦預けて、そうもう一層きれいに全部きれいにしてきました。続いての質問です。日本という国を外から見られて誇りに思うこと、変わるべきことは何だと感じられます。なんかすごいね取材みたいな感じ。日本に対して誇りに思うことは綺麗です。街が本当に綺麗で、部屋も綺麗、街も綺麗、ご飯も安くて美味しい。あと本当電車でちょっと行くだけで田舎があるし、都会もあるし、とにかく便利、歴史があるところが私は誇りに思いますが、変わるべきところっていうのはやっぱり世界的に見てちょっと遅れてるのかな、日本って。なんか私はもっと英語教育に力入れた方がいいんじゃないかなって思っております。こっちにいる韓国人の子とかもそうだし、中国人の子とかもそうだし、みんな中学校からめっちゃ力入れて英語教育してるから英語喋れてるっていう子とかも結構いて、なんか私の中学校の時違かったなとか思って、そう日本の教育的に英語をプッシュするべきだと思うし、あと、日本人はパスポート持ってない、パスポートの所持率が低いっていうのも以前話題になったと思うんですが、それももっと日本人は海外に出た方がいいと思う。なんか飲み代、私もよくね飲み歩いてたんですけど、飲み代に使うお金ってすごい多かったんですよ。それ貯めてたらね海外にも行けたし、そうですねって思っております。日本人の方にはもっとパスポートをゲットして海外に行っていただきたいです。こんな感じです。オーストラリアのさ、日本食レストランが韓国オーナーだったり中国オーナーだったりするさ、パターン結構多いじゃん。結構多い。それちょっとなんか悔しいよね。悔しいね。日本人的に本当に悔しい。いいもの持ってんのに、こう外に出るアグレッシブさとか、中国とかすごいじゃん。いいものをこうガッと売る力というかさ、それはね遅れてるっていうのかなっていうか。確かに日本人の方で海外で日本食をやってる人はいらっしゃるけど少ない。悔しいね。確かにもうインドぐらいのさアグレッシブさ欲しいよね。はい、続いていつもインスタ YouTube 見させていただいてます。現在28歳で結婚しており、奥さんも同い年の子供なしです。私たち同じ状況だね。僕は少しワーホリや海外移住などに興味があるのですが、奥さんはあまり興味がないそうです。アンさんはワーホリ移住に際して旦那様とはどのような話し合いで決められましたか？場所、お金、仕事、子供のことや将来のことなど教えていただきたいです。興味がないか。いやでも一回下見で行ってみたらいいんじゃないかなって私は。行ったことない国はそれはさ
興味出るのって結構むずいから、一回オーストラリアのワーホリに興味あるんだったら一回ちょっと旅行で来てみて、現地でワーホリしてる人とかとコンタクト取って話してみて、そしたらもしかしたら奥様のイメージとかも変わると思うしって感じかな。もともと私の夫も海外に行ったことなくて、でも本当ノリで一緒に行ったんだっけ、本当ノリでじゃあもう行くかみたいな感じで行ってでハマっちゃったタイプなので、だから一旦2人でどっかの海外に行ってみる、下見に行ってみるっていうのが一番いいかなって思う。ほんと世界はさ広いからさ、待ってこれかわいいとか、この街素敵住んでみたいとか、これだったら私たち住めるじゃんとかってなったりもするから、そうですね、それが一番大事だと思います。あ、旦那様のお仕事聞きたいですっていうさ質問めっちゃあったわそういえば旦那様の仕事、旦那様の仕事どこまで具体的に言えばいいんですでもやんわりでいいと思う。かね。 IT 系の技術者、個人事業主でやってます。はい、皆さん聞こえましたでしょうか。なので私たちはラッキーなことに、彼も割とオフィスに行かなくていい仕事だったりもするので、リモートでできる仕事だからこっち行っても仕事ができるし、私ももともとは会社員だったんですけど、やっぱその会社に縛られるのが嫌だっていう性格だったからリモートワークを次に選んだし、そこがねうまいことマッチして海外旅行しながら旅も2人でできたし、こうやってワーホリも取れております。子供のことは正直考えてますね。もう間もなく30歳ってなると、周りもみんな結婚して子供を産んで安定的な暮らしをしている中で、私はその真逆を言ってるので、周りからもいろいろ言われることはあるし、子供ももちろん羨ましいし、でも自分たちのやりたいこともあるから、そこはつどつど家族会議を開きながら考えていきます。そして続いての質問でございます。20代後半から30代、周りは結婚出産2人目とライフステージが変化が著しい中、私は海外で働きたいと思い立ち、周りと違う道を進んでいます。しかし周りからは、すごいね、私はやらないけど私にはできないやという声が多く、目に見えない距離ができているように感じます。時々自分の選択が不安になります。どうしたら自信を持てるでしょうか。どうしたら人と違う選択をする自分を肯定してあげられるでしょうか。深いね。で全く一緒じゃない？ほんとこの気持ちねすごいわかる。私こんな優しい言葉よりもっとねきつい言葉ね食らってるから結構やばいよね。でもめっちゃ気持ちわかります。だからでも本当に自分が決めた道を進むべしなんですよ。それは人がさ経験してきた経験値もそうだし、見てきたものって違うわけじゃん。それを得て選んでる結果だから、自分を信じるべき。本当に信じることができるのは本当自分だけだから、周りからねいろいろ言われるかもしれないけど、結局自分がハッピーですよっていれば周りも納得するから。それ自分が不幸になったら周りもさ仲がいたじゃんってなると思うけど、自分がハッピーでいますってなると周りもやるじゃんみたいになるかもしれない。そうやっぱすごいね〇〇ちゃんってなるかもしれないので、自分の選択に対して周りがああだこうだ言おうがそんなの関係ないです。他人の意見はゴミっていう言葉があると思うんですけど、私も本当そう思ってて、本当自分だけ信じよう。そう自分だけ信じていきましょう。自信持てないかったらそれをノート欄に書き込むとか、なんで自信持てないんだ、だったらこの自信持てない君を吹き飛ばそうみたいな整理したりしてね、信じるべきは自分です。もう最後の質問にしようかな。今まで見た景色の中で一番美しかった景色はありますか？ちなみに私は沖縄の渡嘉敷島の星空が今まで一番見た中の絶景だと思っております。2020年の8月に仲いい友達4人で行ったんですが、沖縄からトマリンっていうフェリーに乗って渡嘉敷島行って、
でその日の夜にペンション出て星が綺麗だよって言ってペンションから飛び出してアスファルトにこうみんな寝転がって上見てすっごい星空が綺麗で本当にもうプラネタリウム自然のプラネタリウムで流れ星もわーって流れててそこで友達がなんかジュピター流したの Every Day ってやつを流してそれでもうさらに気持ち入っちゃったっていう今まで見た星空の中で一番綺麗だったしすごいなんかジーンとくるものがありました。皆さんのね今まで見た景色で一番良かった景色がありましたらぜひコメント欄で教えてください。ちなみに私2番目はねハワイのサンセットです。はいということで皆さん質問開始コーナーいかがでしたでしょうか。いろいろね皆さんの質問まだまだ紹介したのたくさんあったんですけどそれはまた次回ご紹介できたらなというふうに思います。はい、ということで次回の動画からはいよいよハワイ編となります。まずは多分ハワイのねパッキング動画からスタートすると思うんですけど皆さんハワイに一緒に行った気になってぜひお楽しみください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。